はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使う会話表現が学べます。本日はこちらの動画を使用します。私が先日家電量販店で撮影した動画です。私と店員さんの自然な会話表現がたくさん出てきます。最初に私たちの会話を聞いたときは難しいと思うかもしれませんが、安心してください。今日の練習の動画を最後まで見れば必ずわかる部分が増えていきます。少しずつ理解できるようになっていく過程を経験してください。それでは早速始めましょう。それでは練習の流れを説明します。最初に字幕がない動画を一度見ます。この時、会話の内容が全くわからなくても問題ありません。心配しないでください。全体の流れを把握してください。その後、私から重要なキーワードを10個提示します。このキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。その後、一つ一つの重要な部分について私から解説をします。そして日本語の字幕がついた動画を一度見ます。最後に字幕がない動画を見ます。最初に字幕がない動画を見たとき、何も聞き取れないと思った方も大丈夫です。安心してください。最後に字幕がない動画を見たときには、わかる単語が増えているはずです。この30分ぐらいの時間の間で自分の成長を実感してください。それでは練習を始めましょう。まずは動画を一緒に見ましょう。字幕がない動画です。家電量販店で私と店員さんが会話をしてみます。まずは一度会話を聞いてみましょう。どうぞ。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、そうなんですね。この色だけになってます。なるほど。これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品がちょっとはい納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい、いかがでしたか？今の時点で何も聞き取れなかった方も安心してください。心配しないで大丈夫です。この後私からいろいろと解説をしますからね。それでは続いて重要なキーワードを10個提示します。こちらです。色、黒。そうなんですね。なるほど。ちなみに、取り寄せ、アップル製品、納期、未定、在庫。はい。それではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、ここの色だけになってます。なるほど。これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品がちょっと納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい、いかがでしたか？それでは続いて私から重要な部分について解説をします。最初に私から店員さんにこのように言いました。これって色は黒だけですか？これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、このの色だけになってます。なるほど。私はパソコンの周辺機器を探しています。今目の前にディスプレイされているのは黒だけの商品でした。でも私はこの商品には実は白があることを知っています。それでこの店にあるのは黒だけかどうかを確認したかったのでこのように言いました。これって色は黒だけですか？これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、この色だけになってます。なるほど。最初のこれっての手の部分、小さいつと大きい手のこの手という表現は会話の時によく使われます。
意味としては大きく2つあります。1つは主題を表すために使います。この手はに置き換えることができます。例えばこのように使います。丸野さんっていつもおしゃれだよね。丸野さんについて話をします。主題を提示します。丸野さんっていつもおしゃれだよね。それから2つ目、週末って何をしていますか？これも週末について話をしたいです。主題は週末です。このての部分はに置き換えることができます。週末って何をしていますか？今回私はこれってと言いました。これって色は黒だけですか？これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、そうなんですね。この色だけになってますね。なるほど。そしててのもう一つの使い方は定義です。何か言葉の意味を説明するときによく使われます。例えばこのような例文。コンビニってどういう意味？コンビニという言葉について意味を知りたい。この定義を知りたい。その時にコンビニってどういう意味？と言います。この場合のてはとはに置き換えられます。コンビニってどういう意味？イコールコンビニとはどういう意味？です。それから2つ目の例文。春日大社っていうのは奈良にある神社だよ。春日大社について説明をします。その時、てを使います。春日大社っていうのは奈良にある神社だよ。今回の例文のていうのはというのはに置き換えることができます。このようにては会話の中で大きく2つの意味で使われます。一つは主題を表す。もう一つは定義を表す。この2つの意味で使われます。今回私の会話の中では主題を提示するために使いました。これって色は黒だけですか？これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、そうなんですね。この色だけになってますね。なるほど。続いて黒という色の後ろに来ただけという表現。これは限定を表します。黒だけですか？これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、こそうなんですね。の色だけになってますね。なるほど。続いて店員さんがこのように言いました。お色が今あるのが、はい。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、そうなんですね。この色だけになってますね。なるほど。実はここでは店員さんは完全な文では話をしていません。たくさんの省略が含まれています。例えば、今あるのが、はいというこの会話の表現、明らかに何かを省略していますよね。ここにもし何か入れるなら何を入れるか。例えば、今ある色は黒だけです。はい。とか、今あるのはそれだけです。はい。というふうに、省略がされています。日本人同士の会話の時にお互いにもう分かっていることについてはもう言わないで省略して簡単に会話をするということがよくあります。今回の場合も、色、黒っていうこのキーワードですね。今お互いに把握していることで、わざわざ言わないで今あるのがはいと言いました。でも言いたいのは今ある色は黒だけですとか今あるのはこの色だけですと言いたいです。お色が今あるのがはい。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、このそうなんですね。色だけになってますね。なるほど。続いて私はこのように言いました。そうなんですね。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、こそうなんですね。の色だけになってますね。なるほど。そうなんですねは
相手の話を聞いた後の反応としてよく使われる表現です。相手の話した内容について理解を示したり、少し驚いた時に使います。そうなんですね。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、そうなんですね。この色だけになってます。なるほど。続いて店員さんがこのように言いました。このお色だけになっていますね。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、そうなんですね。この色だけになってます。なるほど。ここでまただけが出てきました。だけは限定を表します。このお色だけになっていますね。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、そうなんですね。この色だけになってます。なるほど。今回店員さんは色の前におをつけてお色と言っています。名詞の前におやごをつけると丁寧な印象になります。この実用日本語シリーズではよく出てきますよね。お名前、お色、ご住所、ご家族などおまたはごをつけます。このお色だけになっていますね。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、そうなんですね。この色だけになってます。なるほど。そして店員さんの言葉の最後の方になっていますという表現になるというのは変化を表すときに使う表現です。変化してその状態が現れるとかその目的に到達するという意味があります。例えば今小学生の子供が今年の4月から中学生になります。中学生になる、これは変化を表します。この人の状態ですね。小学生から中学生、この変化を表します。中学生になります。また季節の変化も表すことができます。春から夏になる、夏から秋になる、になるというのは変化を表します。で、今回のこの店員さんの会話の中ですね、このお色だけになっていますね。ここでなぜ店員さんがになるを使ったのか。理由としては、おそらくこの商品はもともと白と黒の2色販売していました。でも白の方はたくさん売れてもう在庫がありません。2色だったものが1色になりました。白と黒の在庫があったものが黒だけになりました。変化が発生しました。そのためこのようになるを使ったと思います。このお色だけになっていますね。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、こそうなんですね。の色だけになってます。なるほど。そして私は納得したのでこのように言いました。なるほど、なるほど。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、そうなんですね。この色だけになってます。なるほど。なるほどというのは相手が説明をしてくれてそのことにちゃんと納得できました。腑に落ちましたという時に使います。なるほど、なるほど。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、こそうなんですね。の色だけになってます。なるほど。続いて私からこのように店員さんに聞きました。これってちなみに取り寄せとかはできますか？これってちなみに取り寄せとかはできますか？はい、ここで今日の最大のキーワード、取り寄せが出てきました。取り寄せというのは注文して送ってもらうことです。名詞は取り寄せ、動詞は取り寄せると言います。これってちなみに取り寄せとかはできますか？これってちなみに取り寄せとかはできますか？今回は私はこの店にはもう在庫がないことが分かりました。でもこの店はチェーン店です。他にもたくさん店舗があります。大きな総合倉庫もあるはずです。なので他の場所からこの店舗に注文して送ってもらうことができるんじゃないかなと予想しました。それでこのように聞きました。
これってちなみに取り寄せとかはできますか？これってちなみに取り寄せとかはできますか？名詞の取り寄せ、動詞の取り寄せるを使った例文としては、例えばこのようなものがあります。新鮮なウニを空輸で取り寄せる。今私が住んでいる場所には新鮮なウニはありません。でも北海道ならあります。じゃあ注文して北海道から私の家に送ってもらいましょう。その時取り寄せると言います。新鮮なウニを空輸で取り寄せる。それから2つ目、イギリスから取り寄せた家具を販売しています。ある日本の家具屋はイギリスから商品を注文して送ってもらって、そして日本で販売しています。そのような時も取り寄せるが使えます。イギリスから取り寄せた家具を販売しています。続いて下の2つは名詞の取り寄せを使った表現です。実はここ数年で取り寄せの前に丁寧のおをつけてお取り寄せという言い方が広く使われています。例えばこういう言い方があります。お取り寄せグルメ、人気スイーツお取り寄せランキング。これは自分が住んでいる地域では販売されていないものを注文して自分の家に送ってもらいます。それを名詞だと取り寄せ、動詞では取り寄せると言いますね。このような名詞の使い方もインターネット上とかで検索してみるとたくさんあるので、ぜひ後で自分で確認してみてください。今回私は名詞の取り寄せを使いました。これってちなみに取り寄せとかはできますか？これってちなみに取り寄せとかはできますか？最初に私が言ったこれってという表現、小さいつと大きいてのてという表現、これは先ほども説明した主題を表すてです。なのでこの部分ははに置き換えることができます。これってイコールこれはです。これってちなみに取り寄せとかはできますか？これってちなみに取り寄せとかはできますか？そしてこれっての次、ちなみにです。これもとてもよく使われる表現です。すでに前に述べたことについて補足をするときに使います。これってちなみに取り寄せとかはできますか？これってちなみに取り寄せとかはできますか？今回は最初の会話の中で私はこの商品の在庫は今黒だけだということが分かりました。この状況に対してさらに補足で聞きたいことがありました。それは取り寄せできるかどうかです。そのためここで私はちなみにと聞きました。これってちなみに取り寄せとかはできますか？これってちなみに取り寄せとかはできますか？続いて取り寄せの後ろのとかという表現です。これは例を挙げるときに使います。これってちなみに取り寄せとかはできますか？これってちなみに取り寄せとかはできますか？店に在庫がない場合の対処法として例えば取り寄せという方法があります。なので私は例を挙げる意味のとかを取り寄せの後ろにつけて取り寄せとかと言いました。これってちなみに取り寄せとかはできますか？これってちなみに取り寄せとかはできますか？皆さんが実際に店員さんに聞きたいときはもっとシンプルにもっと短くこれは取り寄せができますかと聞いても大丈夫です。これは取り寄せができますか？これは取り寄せができますか？今回私は会話特有のてとかちなみになどの表現を散りばめてこのように言いました。これってちなみに取り寄せとかはできますか？これってちなみに取り寄せとかはできますか？私のこの質問に対して店員さんはこのように答えました。アップル製品が納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、はい、お取り寄せは可能になりますね。
これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品がちょっと納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい。ちょっと長いですよね。一つ一つ見ていきましょう。まずは Apple 製品がというこの部分。Apple というのは皆さんよくご存知の iPhone とか Mac を作っている会社ですね。その会社の製品、Apple 製品と言います。これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品がちょっと納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい。Apple 製品が納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になりますね。これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品がちょっと納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい。ちなみに Apple 製品という時の肯定アクセントと Apple の製品という時の肯定アクセントは違います。皆さん気がつきましたか？ Apple 製品、Apple の製品、肯定アクセントが違いますよね。それぞれ別々の単語の場合、例えば Apple と製品、この肯定アクセントはアップル、製品です。真ん中にのを入れてアップルの製品、アップルの製品と言います。でもそれをくっつけて一つの単語にした場合、それはアップル製品じゃなくてアップル製品になります。アップル製品、この山のような形ですね。他にも同じように肯定アクセントが変化する単語の例としては、例えばこの大学の名前、東京大学、東京大学、山のような形の肯定アクセント、東京大学です。でも実は一つ一つの単語は東京大学です。大学の肯定アクセントは低い、高い、高い、高い。大学です。でも何か別の地名とか名詞とかとくっつけて何々大学になった時は大学というふうに肯定アクセントが変わります。東京大学、京都大学、大阪大学というふうに全体としては山の形になります。もし日本人の発音に近づけたいというね、そういう思いがあるならぜひ真似して練習してみてください。今回はアップル製品と言いました。これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品がちょっと納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい。そして続いての表現、納期です。納期というのは税金や商品などを納める期間とか期限を表します。今回の場合は家電量販店なので商品について話をしています。その商品をお客さんのところに届ける期限のことを納期と言います。これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品がちょっと納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい。そしてこの納期が未定だと言いました。未定というのはまだ決まっていない、まだわからないということです。アップル製品が納期がちょっと未定になってしまうんですが、これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品がちょっと納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい。そして未定の後になってしまうと言いました。この動詞の定型プラスしまうという表現は自分の少し残念な気持ちとか後悔の気持ちを表します。今回この女性は店員として客である私に対してちょっと申し訳ないという気持ちがあったかもしれません。それでてしまうを使いました。
アップル製品が納期がちょっと未定になってしまうんですが、これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品がはい納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい。そして続いて在庫という表現が出てきます。在庫。これも、仕事をするとき、それから買い物をする場面なんかでもよく使われますね。在庫というのはその店の店頭ではなく、後ろのいわゆるバックヤードとか倉庫にある商品のことを在庫と言います。今回のような大きな家電量販店のチェーン店の場合は、一つ一つの店の在庫だけじゃなくて、多分総合の倉庫っていうのもあると思います。すごく大きいまた別の場所の倉庫もあったりします。そういうところにある商品も在庫と言います。アップル製品が納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になりますね。これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品がはい納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい。この在庫があればのば、これは条件を表します。あれば、これは条件を表す動詞の形です。例えばこのような例文があります。この薬を飲めばすぐに痛みが消えます。この薬を飲む。これは痛みが消えることの条件です。なので、時間の前後関係としては、まず薬を飲みます。そして痛みが消えます。薬を飲めば痛みが消えます。痛みが消えるその条件は薬を飲むことです。この薬を飲めばすぐに痛みが消えます。今回の文だと、在庫があれば取り寄せ可能です。取り寄せ、つまり注文して送る、それが実現できる条件は在庫があることです。それは当然ですよね。在庫がないのに送ることはできませんからね。在庫があれば取り寄せ可能です。ではこのちょっと長かった店員さんの部分、もう一度最初から言うと、アップル製品が納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になりますね。これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品がい納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい。そして私はこのように言いました。そうなんですね。これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品が納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい。そうなんですね。というのは前半の会話の中でも出てきましたね。相手の話に対して理解を示したり、驚きを表したりするときに使います。今回は私は店員さんの話に理解を示すために、そうなんですねと言いました。これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品が納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい。それでは続いて日本語の字幕がある動画を見てみましょう。今一つ一つの会話の内容について紹介してきたので、わかる部分が増えているはずです。ぜひ挑戦してみましょう。では、どうぞ。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、そうなんですね。この色だけになってます。なるほど。これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品が納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。いかがでしたか？色とか取り寄せ、在庫などキーワードが聞き取れましたか？それでは最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日最初に字幕がない動画を見たとき、何も聞き取れないと思った方も、今なら
聞き取れる部分が増えているはずです。自分の成長を確かめてみましょう。それではどうぞ。これって色は黒だけですか？お色が今あるのが、はい、そうなんですね。この色だけになってます。なるほど。これってちなみに取り寄せとかはできますか？アップル製品がちょっと納期がちょっと未定になってしまうんですが、在庫があれば、お取り寄せは可能になります。そうなんですね。はい、皆さんいかがでしたか？短い時間でしたが、ご自分で聞き取れる部分が増えたと実感できたんじゃないかなと思います。どうでしょう？今回私は練習用にこうやって何度も同じ会話を聞くように、編集をして動画を作っていますが、ぜひ皆さん好きなドラマとかアニメとかのセリフの一部分を同じように何度も聞いてみてください。そして単語の意味を調べてもう一回聞いて、で次に自分でも話してみてということを繰り返すと、同じ場面にあった時に自然に口から出てくるようになります。ぜひね、練習方法の一つとして使ってみてください。はい、それでは本日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。